こんにちは、タロタロです。今回は主人オーガのモーション解説をしていきたいと思います。主人オーガは連続攻撃が多くてなかなかタッチでさばくには難しいモンスターかと思うんですが、個人的にはライズの中でトップ3を争うくらいタッチでやってて楽しいモンスターでした。今回も100体以上討伐してノーダメージ2分台で倒せるまで理解が進んできたので、個別のモーションごとに見ていきたいと思います。良ければ気になるモーションだけでもチャプターごとに見ていってください。それではどうぞ。まずは4通りある形態変化を伴う方向について見ていきます。まずは最初の帯電状態から超帯電状態に移行する時の方向です。最初の帯電状態の時に腕を赤くしながらくるっと後ろに回ったら合図になっています。この方向は他の方向と比べてかなりためが短い方で、上げた前足を下ろした後に頭を上に突き上げる時に方向の判定が来ます。ただしこの方向は後ろに距離を取られてから方向してくるまでがかなり早いので、この方向に対して居合を当てるのはかなり難しいです。基本的にはこの方向の前動作を見た後に前転で近づいて、前転から A ボタンで空振りして見切りからの無双切りを合わせるように意識しています。細かいテクニックですが、見切りにつなげるためには前転からレバーを入れずに A ボタンを押した方が早くておすすめです。そしてこちらは少し難しいですが、特殊ノートを前転で回避した後にかけり虫で近づいた後に抜刀、そしてそこから見切り無双切りとつなげるのも一応選択肢として考えています。また赤ゲージが溜まっている場合はその場での見切り切りから飛翔蹴りで距離を詰めて後隙に兜割りがかなり安定します。また慣れてきたらそろそろ方向が来るかなというのがなんとなく分かってくるので、相手の後ろ側を壁にするように自分の位置をコントロールすると居合を当てる余裕も生まれるのでおすすめです。次は通常時から帯電状態に移行する雷チャージを伴う方向です。こちらは先ほどとは違ってその場でチャージをし始めるのが目印になっています。雷をチャージしている分かりやすいエフェクトの間は顔を上に上げているんですが、方向の直前で顔を一度下に下ろすのが分かりやすい目印になるかと思います。予備動作がかなり長いので見てから居合を構えても間に合います。そして次は通常時に一定以上のダメージを与えていると帯電状態をスキップして超帯電状態に変わる強方向です。このモーションは腕が赤く変わりド派手な雷エフェクトをまとうので非常に分かりやすい予備動作になっていて、方向のタイミングは前足を上げた後に頭を一度下ろし、そこの頭が上に上がる瞬間に攻撃判定が出ます。このように予備動作がかなり長いので弱点の前足が狙える位置で特殊ノートをして居合抜刀基準を狙っていきます。この攻撃を居合した後にはあまり隙はないので、一文字切りや縦切りなどで一度様子を見て、ひるまなかった場合は再度居合、そしてもし居合の攻撃などでひるんだのを見た場合はそこから兜割りに派生してダメージを稼ぐようにしています。そして4パターン目は帯電時から超帯電時に変わる時の強方向です。こちらは通常状態から帯電状態をスキップできなかった場合に帯電状態から超帯電状態に移行する時にやってきます。動作としては後ろにくるっと回るのと強方向が組み合わさっただけになります。ここからは攻撃技に移ります。まずは雷パンチです。片方の腕に雷を溜めて立ち上がるのが分かりやすい予備動作になっていて、振り下ろす瞬間に振り下ろした腕や頭などを狙って居合をしています。かなり後隙がありそうな技に見えますが、釣られて兜割りをするとこうなります。基本的に隙は少ないので居合をした後は縦切りや一文字切りなどで様子を見ています。ひるみが取れたら兜、ひるみが取れなかったら居合が安定します。かなり攻撃の発生が早いので居合のタイミングは慣れるのが一番だと思います。次は2連続腕叩きつけ攻撃です。素早い腕攻撃を2連続でやってきます。くるっと下がって片腕を引くのが予備動作になっています。基本的には腕を振り上げてから振り下ろすタイミングら辺を狙って居合をしています。そしてこの攻撃は居合の終着点を考えることでそのまま無双切りや兜割りにつなげることができます。自分が意識しているのは腕攻撃をしてきた方に斜め方向に居合をすることです。だいたい陣オーガの側面から後ろ足付近にたどり着ければ2回目の攻撃は動かずに当たらないことが多いです。ただし陣オーガから離れすぎてしまうと2撃目が当たってしまうので水月などでカバーをしています。ここで離れすぎないようにするために攻撃してきた腕の後ろ足や尻尾に受け止められる方向に居合を狙っています。1撃目の腕の方向を狙うのは尻尾がその方向に曲がるからです。そしてもし特殊ノートで待ち構えられていない場合は1撃目に対して少し早めに見切りをして即特殊ノートから居合をするのは安定感があっておすすめです。
次はサマーソルトです。レイヤーのように尻尾を1回転させて攻撃してきます。注意してという声と体勢を低くするのが予備動作になっていて、深くかがんだ直後の尻尾を狙って居合をするようにしています。この攻撃の後は無双斬りや兜割りなどのチャンスがあります。居合自体を当てるのは少し難しいですが、その後の無双斬りや兜のために居合を狙っています。直前のコンボによっては見切りが最も安定していいと思います。ただし超帯電時はサマーソルトの後に雷パンチをしてきます。この場合の雷パンチは必ず左腕なので、向かって左の方向に居合をして回避するのが安定します。別の避け方としてはサマーソルトを見てから横に回避、そこで R ボタンで抜刀してから見切りというのもかなり安定するのでおすすめです。また1回目のサマーソルトに対してなるべく早く居合を行い、ヒットストップが発生しなかった場合に限り2回連続の居合が間に合いますが、個人的にはあまり安定しないのでおすすめしてません。特にヒットストップに関してコントロールするのが難しく、主オーガの大きさやお互いの高低差にかなり依存するので、個人的には左方向への居合か回避からの見切りを推奨しています。またサマーソルトに対して見切りを合わせられた場合は、その後特殊ノートからの居合も安定します。次は雷アッパーです。ボーリングを投げるような予備動作から3本の雷の波を飛ばしてきます。この後は長い威嚇が入るので兜割りや無双斬りのチャンスになります。帯電時は雷の波の速度に慣れて居合をして距離を詰めてから兜割りや無双斬りなどを狙うようにしています。ただしこの攻撃も超帯電時だと連続で攻撃をしてきて、近距離だと雷パンチ、そしてある程度距離が離れている場合はスマブラのクッパの下 B のような一度飛び上がってからプレスしてくる攻撃をしてきます。個人的には近距離の雷パンチは距離によってさばくのが不安定だったため、超帯電時はアッパーに対して左斜め後ろに回避、そして抜刀からすぐに特殊ノートをして次の攻撃に対して居合を合わせるようにしています。飛びかかり攻撃に対しては一瞬空中で止まった直後を狙って居合するように意識しています。この飛びかかり攻撃の後は起き上がるのにかなり長い時間がかかるので、居合から一文字切りで近づいて安全に兜割りを当てるのがおすすめです。次は尻尾縦振りです。尻尾を頭上に持ってきて叩きつけてきます。陣王がの後方にいるとよくやってきて、尻尾を真上に持ってきたらすぐに叩きつけてくるので、そのタイミングで居合を合わせています。攻撃の後の隙は少ないので、一度居合を決めたらすぐに特殊ノートをして次の攻撃を待ち構えるようにしています。次は尻尾横振りです。尻尾を斜め上に振り上げた後にワンテンポ置いてから一周回転させて攻撃してきます。振り始めた瞬間を狙って居合を当てるようにしています。この攻撃の後は長めの威嚇があるので攻撃チャンスです。次は1回転して尻尾を叩きつけてくる攻撃です。一度後ろを向く予備動作が分かりやすく、尻尾が地面につくくらいのタイミングを狙って居合を当てるようにしています。着地のタイミングに合わせることができれば、周りに発生する風圧に対しても居合を取ることができます。他への攻撃に対しても居合を狙いやすいモーションです。この攻撃は先ほど紹介した尻尾横振りに派生する場合もあり、2連続の居合でさばくことが可能です。また同様に尻尾叩きつけから1回の腕叩きつけに派生する場合もありますが、斜め方向に居合をしていれば2度目の腕攻撃にはなかなか当たりません。この攻撃の後隙は少ないので、基本的には居合から特殊ノートで次の攻撃を待ち構えています。次は飛び上がりながら尻尾をぶん回す攻撃です。回転する尻尾や足に判定があり、着地した後は攻撃のチャンスがあります。居合のタイミングは回転する尻尾がハンターに重なる瞬間を狙って、居合の方向は回転途中の陣王ガの頭を狙って居合をするようにしています。居合の方向は慣れが必要ですが、陣王ガが体を構えた方向を狙うと当てやすいです。居合を決めた後は一文字切りなどで近づいて、ひるむかどうかに関わらず兜が安定して入ります。次はのしかかり攻撃です。上体を高く上げた後にのしかかってきます。上体を高く起こした後に後ろ足で少しジャンプした後くらいが居合の取りやすいタイミングです。のしかかってきた後の腕を狙うのが安定するかと思いますが、余裕がある人は気持ち早めに入力できると真下に降りてきた角に居合を当てることができてダメージを稼ぐことができるのでおすすめです。またこの攻撃も周りに発生する風圧に居合を取ることができます。攻撃の後隙はあまりないのですぐに居合などをするのがおすすめです。次は角でつく攻撃です。角を弧を描くように高く上げるのが予備動作になっていて、
頂点に上がったのを見てから居合を取るように意識しています。頭が真下に来たタイミングを狙えると角に当てることができます。この攻撃は必ず何かしらの攻撃に派生します。まずは2連続腕叩きつけです。こちらは角突きからすぐに特殊ノートをすれば、先ほど紹介した2連腕叩きつけと同様に対処することができます。次は尻尾を叩きつける派生で、こちらもシビアですが2連続の居合が間に合います。次は雷パンチ派生ですが、ヒットストップがかかると次の居合が間に合わないです。そのため居合の後に雷パンチだったら横に回避するのがおすすめです。次はおそらく超帯電中にやってくるモーションで、角突きからタックル、そして雷パンチに派生する攻撃です。これはなかなか珍しい行動かと思うんですが、一応連続して居合することでさばくことも可能でした。次は雷の弾を飛ばしてくる攻撃です。3個の弾を横一列に2回飛ばしてきます。雷の弾を居合しても当たる距離にいないので、基本的には雷の弾を避けつつ近づいて攻撃をするようにしています。兜割りが溜まっている時はただのチャンス行動で、2回目の弾を飛ばしたあたりで兜割りを打つと安定します。次は飛び込み攻撃です。体勢を低くするのが分かりやすい予備動作になっていて、構えてから体勢を一瞬低くしたのを見て居合を取ると安定します。ただしこの攻撃はすれ違いざまの居合になるのでかなり当てづらいです。距離が遠い時は落ち着いて体が交差するタイミングを狙って居合をします。次の攻撃はタックルです。かなりよく見るモーションだと思います。体を横に向ける特徴的な予備動作をしていて、頭が下がりきった直後を狙って居合をすると成功しやすいです。居合を安定して当てるためには、居合を尻尾の方向にすると後ろ足や尻尾に当たりやすく、ゲージを回収するときにはおすすめです。弱点の腕などを狙いたい場合は、先ほどと同様に交差するよりも少し早めの居合入力をすると安定して当てやすいです。この攻撃の後は1回攻撃分くらいの隙はあるので、一文字切りなどで近づきながらひるみを見て兜が安定して間に合います。次は突進攻撃です。一度後ろに下がってから突進してくる場合とその場で突進してくる場合があります。一度下がってから突進してくる場合はかなり距離があるので、落ち着いて交差するタイミングで居合を狙います。その場の場合は少し難しいですが、頭が下がりきった後のタイミングを覚えて居合を狙っています。突進も攻撃の後に様々な技に派生してきます。一つ目は雷飛ばしで、これは同様に距離を詰めてあげます。二つ目は突進からの飛び込みで、雷飛ばしだと思って前に進むと逆に狩られるので注意が必要です。そして3つ目は突進からの雷アッパー攻撃で、こちらは先ほどの雷アッパーと同じようにさばいてあげればいいと思います。次は角で攻撃しながら横と縦に雷を落としてくる攻撃です。おそらく体力が一定以下になると3回目にクロスの方向に落雷が発生します。この攻撃は本体と雷の2つに判定があり、居合を取るのが少し難しいです。自分は陣王河が角攻撃をしてくるタイミングを覚えて、陣王河が角を動かすのと同じタイミングくらいで居合をして横方向に流れてかわすようにしています。他にはこの攻撃を見てから特殊ノートを解除して見切り、そして再度特殊ノートから居合というかわし方や、多少距離が離れている場合は後ろ方向に回避して抜刀、そして見切りというように回避するのも安定します。ちなみに3回目のクロスする雷に対して居合を何度か試してみたんですが、僕が試した限りだと一度も居合を取ることができませんでした。攻撃判定が謎です。この攻撃の後は2回の雷か3回の雷かに関わらず兜割りを打つチャンスがあるので積極的に狙っていけます。最後は必殺技です。陣王河の周囲に雷を落とした後に自分を追尾した3つの雷、その後に尻尾のサマーサルトから雷パンチを2連続でやってきます。このようにぐるぐる回って歩いてれば当たりません。2回の雷パンチが終わった後はその後長時間の威嚇が入るのでかなりの攻撃チャンスになります。普通にプレイしているだけなら歩いて回避すればいい技だとは思いますが、もし映えたプレイをしたいのであれば雷パンチに対して特殊ノートからの居合を決めて、その後特殊ノートから2回目の雷パンチにも居合を決めて、最後の威嚇に兜割りで締めるとかっこいいと思います。最後におまけでひるみについてです。主王河は縦ひるみと横ひるみがあり、どちらも兜割りを入れるチャンスになります。ひるんだ際に陣王河が顔を高く上げたら縦ひるみ、そして横方向にひるんだ場合は横ひるみです。ひるみの時間は横ひるみの方が長いので、横ひるみを見たときは少し切った後からでも兜割りが安定して間に合います。
それでは最後までご視聴お疲れ様でした。この動画が少しでも主オーガの攻略に役立てば幸いです。これからも他のモンスターを納得するまで討伐できたら、今回のようなモーション解説動画を上げていこうと思います。良ければまた見ていただけたら嬉しいです。他にも主人オーガを2分台で討伐した動画や防具スキルなしで討伐した動画も上げてるので、良ければそちらも見てみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。